こんにちは、森安です。今日はですね、エディションのこのヘッドライトのくすみですね。よくレンズがプラスチックの樹脂のレンズで曇ったりするのってよくあると思うんですけども、これをですね、きれいにしていきたいと思いますので、それで今日はこれを使います。ワコーズさんのハードコート復元キット。今日はですね、半分に分けてやっていきます。片側はこれでポリッシャーを使って下処理をします。こちら側をポリッシャーでやって、こちら側を手でやるだけで、それの抱え方の違いをですね、見ていきたいと思います。それでは早速始めていきます。それではまずバンパーとかですね、グリルのところに傷がつかないようにこれでマスキングをしていきます。それではテープのこちら側をこれで手で磨いて、こっち側をこのポリッシャーでこっちの面を磨いていきます。それではこっちですね、こちらを手だけで磨いていく方をやっていきます。でそれが先ほどのこのワコーズさんのやつの中に入っているこの下処理ですね。これでヘッドライト用ベース処理剤、これで磨いていきます。適量をつけて、これで普通にもう手でただ磨くだけにしていきます。これは今軽くここで磨いただけでもこんな感じで、これそんなに力は入れてないですので、もうこっちとの違いがもう手だけでも全然わかるぐらいで、軽くちょっと押し当てて本当にこするぐらいのイメージですので、こんな感じでもうこれだけでも全然違いは出てきてるとは思うんですけども、ちょっとこうやって汚れが取れてきてありますんで、他の市販されてるもので結構これが茶色くなるやつがあると思うんですけども、それはこのヘッドライトの樹脂の部分を少し溶かしながら艶を出していくっていうやつですので、実際磨いてみると分かるんですけども、そういうものはキュッ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 っていってもっとこういうこの音がもっと大きい音でしていきますので、少しずつ表面を溶かしながら磨いていくっていうやつですので、あれはあれで全然すごくくすんだヘッドライトにとってはものすごく汚れが早く取れていいと思いますので、今回のこれは微粒子のコンパウンドの方になりますので、これが終わったらまた後からコーティング剤を塗ることになりますので、これはこんな感じです。磨いてない方と比べると明らかに変わったかなと思います。それでは今手で磨いた方、ここですね、こんな感じでその比較をしてみると、やっぱりもう触った感じはもちろんツルツルにはなって、こっちはちょっとまたザラザラで、これだけでも十分、まず手で磨いただけでもこれだけのまず差がはっきりと違ってきますので、こちらの方が次今度ポリッシャーで機械を使ってやるんですけども、この手で磨いたのとどれだけじゃあ変わるのかっていうのが今からやってみますので、ここの光り具合が手でやっただけでも全然変わってきますね。それでは次はじゃあこちらをポリッシャーでやるんですけども、今これ貼ってある状態でこちら側をやるとここだけ何もやらない状態になるもんですから、これちょっと外して少しこっちにずらしますんで、今このマスキングテープ取ったんですけども、これが違いですね。こんな感じになります。それでは次はこれですね、このポリッシャーを使ってこちら側ですね、ちょっと磨いていきます。今この回転なんですけど、ポリッシャー使うときはなるべく回転を抑えて低回転でやった方がいいと思いますので、高回転ですとちょっとその摩擦で熱を持ってこのコンパウンドが焼けついちゃったりだとか、もしかするとそのヘッドライトが変形する恐れがありますので、これは回転はちょっと小さめに調整をしながらやられた方がいいと思います。
それではヘッドライトが磨き終わりましたので、このマスキングよりこちら側がポリッシャーですね。これで磨いたのがこちら側になります。こちら側は手ですね。手で磨いた方。今これちょっと外してみてですね、違いがどれだけあるのかをちょっと見ていきたいと思います。これがちょうどラインはこのぐらい、ここら辺になるんですけども、ここからこっちが手で磨いた方で、ここからこちら側がポリッシャーで磨いたやつになります。ここがですね、ほんの少しですね線が出てると思うんですけども、ちょっと画像だと分かりにくいかもしれないですけども、やっぱりちょっとポリッシャーでやった方がですね、少しやっぱり綺麗になってて、手の方はですね少しうっすら曇りがですねほんの少しだけ残ってる感じにはなるんですけども、今磨いた状態での状況ですね。これで実際コーティング剤を塗るとですね、さらにツヤが出るもんですから、その違いがどこまでまた出るかですね。これを今からもう全体にそのコーティング剤を塗っていきますので、ちょっと違いを見てみましょう。それではコート剤を塗っていきます。これですね。このスポンジにですね含ませて、まんべんなくこれを塗っていきます。これで今全部コート剤が今塗り終わりました。でこの塗り終わったらですね、すぐにティッシュで拭き上げていきます。ティッシュを用意して、こんな感じでいいと思います。このまま乾く前に拭き取っていきます。これで拭き上げが完了しましたら、コーティングはこれで完了になります。でこのワコーズさんのは水がかからないように12時間以上このままの状態でしておかないといけないです。雨とかかかってしまうと、1回自分もあったんですけども、ちょっとくすんだりだとか白い点になったりしますので、なるべく水とかそういう雨とかかからないように保管をしてください。気温が低い時は家庭用のドライヤーで結構ですので、ちょっとこのヘッドライトの樹脂の温度を少し上げてあげると密着も良くなると思います。温風を全体に当てて、それでちょっと乾燥させるのもありだと思いますし、このタイプみたいにハロゲンのヘッドライトがあるんであれば、ちょっとエンジンをかけてヘッドライトをハイビームにして少し置いといてもいいぐらいかと思います。それでは違いをですね見たいと思うんですけど、今日はこちら側がポリッシャー、機械を使うポリッシャーで、こちら側が手でやった方になります。ちょっと画像では見にくいかもしれないですけど、ちょっと見ていきたいと思います。ここがですねラインになるんですけど、ここでちょっと光の加減でもし分かれば少しくすんだ感じはあるかもしれないですし、こっちもですねポリッシャーかけた方も実は光の加減で少しくすみがですね実は出てますね。今回ですねこのヘッドライトのコーティングでやってみてですね、手でやってもですねポリッシャーでやってもそんなに言うほど変わりはないぐらいですので、ちょっとやっぱりポリッシャーの方が綺麗にはなるんですけども、実際手でやっても全然問題はないぐらいまで綺麗にはなりました。あとはさらにやっぱり良くしたいっていう時であれば、その曇りをですねもっときちっと取りたいっていう時はペーパーでもう1200番ぐらいから少しずつ上げていって3000番ぐらいまで削ってみてですね、で同じようにコンパウンドで磨いてコーティングをするっていう風であれば、さらにヘッドライトは綺麗になるかと思います。こんな感じです。ちょっと曇ってるんですけど、画像だとちょっとまだ分かりにくいかな、分かりにくいかもしれないですけど、それでは反対側をですねもう全部もうポリッシャーでかけながら、普段
こんな感じでやってますっていうのをですね、ちょっと軽く流しながらやっていきたいと思いますので。OK。これで今逆側ですね、こちらはポリッシャーで全体をかけて、普段やるやり方でこちら側も終わりました。あとはこっちも一緒で12時間以上水が当たらないようにですね保管をして、乾いたならばもうそれで完成になります。それでは今回はヘッドライトの磨きとコーティングでですね、ポリッシャーと手でやるのとの違いですね、それの動画になりました。この後ですね、やっぱり左右のバランスあんまり良くないもんですから、また一から全部削ってポリッシャーで全部やって、もう一度コーティングをし直します。それでは最後までご視聴ありがとうございました。それでは、はい。